かれるのは言葉でも見た目でもなく、その人が持つ柔らかい波動だったりするのです。あなたの周りにこんな人はいませんか？派手なわけでもなく、言葉数も多くないのになぜか惹かれてしまう人。その人のそばにいると安心できたり、心が静まったりする。そんな感覚を覚えたことはありませんか？もしかしたらそれは波動が関係しているのかもしれません。波動とは皆さん一人一人が放っている目に見えないエネルギーのこと。言葉や表情、仕草やあり方のすべてにその人の波動がにじみ出ています。波動が高い人はただポジティブで明るいだけではありません。もっと静かで、もっと深くて、どこか本質的な存在感を持っています。この動画ではそんな波動が高い人たちに共通する特徴を見た目、言葉、空気感の3つの視点から優しく紐解いていきます。もしかしたらその特徴の中にすでにあなた自身にも備わっているものがあるかもしれません。それでは始めていきましょう。第1章、そもそも波動が高いってどういうこと？波動とは皆さんの内側から放たれているエネルギーの振動のことです。感情や思考、言葉やあり方、そのすべてが目に見えない周波数をまとって存在しています。波動が高いというのは特別にスピリチュアルな人だけに与えられた状態ではありません。むしろそれは誰もがもともと持っている本来の自分に近づいている状態なんです。例えば優しさや調和、安心感や愛のような軽やかな感情、そして誰かを責めたり無理にコントロールしたりしない自然なあり方、そういったものが波動の高い状態を作り出します。反対に波動が乱れているときは不安や焦り、イライラが強くなり、まるで重たく感じるような空気をまとってしまうこともあります。波動は目には見えなくても確かに感じられるもの。そしてそれはあなたの選択と意識によっていつでも整えることができるものなのです。ここからは波動の高さがどのように見た目、言葉、空気感に現れているのかを一つずつ優しく見ていきましょう。第2章、波動が高い人に共通する見た目の特徴。波動が高い人はその姿や雰囲気にどこか澄んだ空気をまとっています。それは派手さや美しさとは少し違う静かな魅力。例えるなら朝の空気のような清らかさ、穏やかな川の流れのような透明感です。肌や瞳にツヤがあり、呼吸がゆったりとしていて、姿勢や仕草もどこか柔らかく丁寧。見た目に無理がなく、その人本来のエネルギーが素直に現れています。そして何より波動が高い人には作っていない自然さがあります。誰かによく思われようとするよりも自分らしくあることを大切にしているのです。それが結果として周りの人に安心感を与えたり、なぜか惹かれてしまうという感覚を生んでいるのかもしれません。波動は外見を飾ることではなく、内側の整いがそのまま見た目としてにじみ出るもの。だからこそ自分を大切にすることが自然とあなたの印象にも優しい光を灯してくれるのです。第3章、波動が高い人の言葉の特徴。波動が高い人はその言葉にも優しさと調和がにじみ出ています。声のトーンが穏やかで、言葉の選び方にも余裕がある。相手を否定したり無理に正そうとすることがほとんどありません。例えば相手のミスに対しても、どうしてそんなことをしたの？ではなく、何かあったのかな？と自然に思いやる言葉が出てくるのです。波動が高い人の言葉には相手を安心させたり励ましたり心をほぐしたりする力があります。それは言葉の表面だけでなく、どんな意識から発しているかが伝わるからです。また波動が高い人ほど沈黙も上手に使います。
無理に話さず、静けさを大切にしながら、必要な時に必要な言葉を届ける。そうしたあり方が、言葉の波動をより強く、より深く相手に届かせていくのです。だからこそ、波動を整えたい時は、どんな言葉を話すかだけでなく、どんな気持ちで話しているかにも、そっと意識を向けてみてくださいね。第4章、波動が高い人の空気感とあり方。波動が高い人と一緒にいると、なぜかほっとしたり、心が静かになったりすることがあります。それは、その人が放っている空気感が、まるで場の波動そのものを整えてしまうような力を持っているからです。波動が高い人は、焦っていません。周りと比べず、急がず、自分のリズムを大切にしています。だからこそ、その人の在り方そのものが、周りに安心感や調和をもたらしていくのです。言葉が少なくても、場にいるだけで空気が変わる。そんな存在感は、エネルギーが整っていることの表れ。また、波動が高い人は、人をジャッジしたり、場をコントロールしようとしません。ただそこにあることを許している。それが、周りの人の心にも許しを広げていくのです。外側の変化を追いかけるより、内側を整えることの大切さ。波動の高い人は、そのことを自然と知っているのかもしれません。あなたの在り方も、周りに確かに伝わっています。まずは、自分の空気を少しだけ優しくしてみるところから始めてみませんか。第5章、波動を上げるために、まず意識したいこと。波動を上げたいと思ったとき、何か特別なことをしなくてはいけないと感じるかもしれません。でも本当は、もっとシンプルなことから始めていいのです。例えば、朝起きて、深く呼吸をする。いつもより少し丁寧に言葉を選ぶ。誰かに優しい目を向ける。そんな小さな行動の一つ一つに波動を整える力が宿っています。大切なのは波動を上げようと力むのではなく、自分の内側にある静けさと少しずつ仲良くなっていくこと。無理にポジティブにならなくても大丈夫。ネガティブな感情も気づいてあげるだけで波動は変わり始めます。波動は外から足すものではなく、本来の自分に帰っていくプロセス。あなたの中にはもともと高い波動がちゃんとある。ただ、それを思い出すきっかけが日々の中に隠れているだけなのです。今日のあなたにとってそのきっかけが一つでも見つかっていたなら、それは波動がすでに動き始めている証なのかもしれません。最終章、波動はあなたの中にすでにある。あなたの波動はどこか遠くにある特別な力ではありません。それはもともとあなたの中に眠っていた柔らかい光のようなものです。自分を大切にすること、静かな時間を持つこと、優しい言葉を選ぶこと、そんなささやかな日常の一つ一つがあなたの波動を整え、柔らかく輝かせてくれます。変わろうとしすぎなくて大丈夫。今のあなたの中にすでに高い波動の種は息づいているのです。そしてその波動は静かに周りに広がっていきます。あなたが整えば世界もまた少しずつ整っていく。そんな静かな循環をこれからもあなた自身が生み出していけるのです。波動が下がるとき、魂は静かに本当のあなたを呼び戻しています。理由もないのに気分が沈んでしまう日、誰かの言葉がいつもより気になったり、何もしていないのになぜか疲れてしまうような時、もしかしたらそれは波動が変化しているサインかもしれません。波動とは目には見えないけれど確かに感じられるエネルギーの振動。その波動が下がるとき、あなたの内側では静かに何かが動き始めています。それは単なる落ち込みや不調ではなく、本当の自分に戻るための再調整のようなもの。この動画では
波動が下がる時にあなたの中で何が起きているのか、その背景やサイン、そして整え直すためのヒントを優しく解き明かしていきます。今まさになんとなく不調かもしれないと感じているあなたへ、その感覚はあなたの魂が届けているメッセージかもしれません。それでは始めていきましょう。第1章、そもそも波動が下がるとはどういう状態？波動とはあなたの存在そのものが放っている見えないエネルギーの振動のこと。気分や思考、体調、人との関係、それらすべてに影響を与えている静かな波のようなものです。そして波動が下がるというのは、その波が少し鈍くなったり重たく感じられるような状態のこと。ネガティブになることイコール波動が低いというわけではありません。でも例えば不安や焦り、自己否定や怒りといった感情が強くなっているとき、波動の流れは少しずつ濁って感じられるようになります。また体が疲れていたり心が満たされていないときも、あなたの波動は緩やかに低下していくのです。大切なのは波動が下がることイコールダメなことだと思い込まないこと。むしろそれは気づきのチャンスでもあります。あなたの波動が変化するとき、そこには必ず内側からのメッセージが含まれているからです。次の章ではその時あなたの内側で一体何が起きているのか、その仕組みをもう少し深く見ていきましょう。第2章、波動が下がるとき、内側では何が起きている？波動が下がるとき、あなたの内側では思考と感情の間に少しずつズレが生まれています。頭ではこうしなきゃ、頑張らなきゃと思っていても、心はちょっと立ち止まりたい、本当は疲れたと感じている。そんな風に本音と表面の意識がずれていくと、波動は自然と低く重たくなっていきます。また外の世界ばかりに気を取られ、他人の評価や期待に応えようとしすぎているとき、あなたの波動は今ここから離れて不安定になります。これは魂がもう少し自分の内側を見てほしいと伝えているサインかもしれません。波動が下がるという現象は、実はあなたが自分とずれていることに気づくためのとても優しい知らせでもあるのです。無理をして笑ったり元気なふりをしている時ほど、あなたの内側はそっと訴えかけているのかもしれません。次の章ではそんな波動が下がった時に出やすいサインをいくつか具体的に見ていきましょう。第3章、波動が下がった時に出やすいサイン。波動が下がっている時、あなたの内側では様々なサインが現れます。それは急に落ち込んだり感情が揺れやすくなるようなちょっとした変化です。例えば理由もなくイライラする、いつもは気にならないことが急に引っかかる、眠くて仕方がない、疲れが抜けない、何もしたくない。また人の目が気になったり、未来の不安ばかり考えてしまったり、どこか自分の中心から外れているような落ち着かない感覚になることもあります。こうした状態はエネルギーの流れが詰まっているサインかもしれません。それはまるで呼吸が浅くなるように、心の奥のスペースが縮こまっているような状態です。でもそれに気づけること自体がとても大切なのです。波動の変化はまず感じることから始まります。大きな不調として現れる前に、こうした小さなサインに気づいてあげることで、あなたの内側は緩やかに整い始めます。次の章では、そもそも波動が下がることは悪いことなのかという問いに、スピリチュアルな視点から触れていきましょう。第4章、波動が下がることは悪いことじゃない。波動が下がるというと、まるで悪いこと、避けるべきことのように思われがちです。でも実はそれは内なるリズムが静かに整え直されている時間なのかもしれません。人の波動はいつも一定ではありません。
上がったり下がったりを繰り返しながら、まるで潮の満ち引きのように自然なリズムで動いているのです。そして波動が下がる時というのは、あなたの内側が一度立ち止まって見直してみてと静かに語りかけている時。つまりそれは内側を整え直すチャンスでもあるのです。スピリチュアルな視点から見ると、波動が下がる時期にはよく軌道修正や統合のプロセスが起こると言われています。焦りや違和感、孤独や停滞感が強くなる時ほど、その裏ではあなたの魂が本来の自分へと戻る準備をしているのです。だから波動が下がったからといって自分を責めないでください。それはむしろ次のステージへ進むための通過点、深く整い直すための大切な時間なのです。次の章では波動が整い始めると内側にどんな変化が起こるのか、その兆しについて見ていきましょう。第5章、波動が整い始めると内側はこう変わる。波動が整い始めるとあなたの内側には静かで温かな変化が少しずつ現れてきます。まず思考が緩み、頭の中が静かになります。それに伴って呼吸が深くなり、肩の力がふっと抜けるような安心感が広がっていきます。何かをしなければという焦りが和らぎ、今ここにいることが少しずつ心地よく感じられるようになるのです。また外の世界に振り回されなくなり、誰かの言葉や表情に一喜一憂することが減っていきます。それはあなたの波動が本来のリズムを取り戻しつつある証拠。無理にポジティブにならなくてもいい。ただ少しずつ自分の中心に戻ってくる感覚を感じてみてください。整った波動は静かに、でも確かに現実に影響を与えていきます。自然と波長の合う人たちとのつながりが深まっていったり、物事の流れが思いもよらない方向へと動き出すこともあります。そして気づいた時、あなたはこう感じているかもしれません。なぜかわからないけれど、今の私はちゃんとここにいると。次はいよいよ最終章です。波動が下がった時こそ訪れるあなただけの出会いについてお話しします。最終章、波動が下がった時こそ本当の自分に出会うチャンス。波動が下がった時、人は自分を責めがちです。どうしてこんなに疲れてしまうんだろう。もっと明るく前向きにならなきゃ。そんな風に無意識のうちに今の自分を否定してしまうことがあります。でも波動が下がるタイミングこそ、あなたの魂がそっと本音に気づいてほしいと願っている時。本当は何が辛かったのか、どんな風に疲れていたのか、何を我慢し続けていたのか、そうした小さな声に耳を傾けた時、あなたは本当の自分と出会い直すことができるのです。波動が下がることは後退ではありません。それは次のステージへ進むための通過点。暗がりの中でこそ本当の自分の輪郭がくっきりと浮かび上がるのです。今のあなたが感じているその重たさもまた新しい自分へとつながる大切なプロセス。そう信じて今日という一日を優しく過ごしてみてください。波動が乱れているとき、あなたは気づかないかもしれません。でも整ったとき、世界の見え方が変わり始めます。なんとなく気分が安定しない日が続いていたり、人の言葉や空気に必要以上に影響されてしまうとき、あなたの波動が少し乱れているのかもしれません。スピリチュアルな世界では波動を高めましょうという言葉がよく語られます。でも実は波動を高めることよりも大切なことがあります。それは波動を整えるという視点です。波動は生きているエネルギーなので、常に揺らいでいて一定に保つことはできません。だからこそ必要なのは、波動が乱れた時に
自分で整える力を持っていること。この動画では、あなたのエネルギーを優しく、しなやかに整えていくための日常の小さな習慣についてお話しします。忙しい日々の中でも、ほんの少し立ち止まることで、あなたの波動はいつでも自分の中心に戻っていけるのです。第1章、波動を整えると毎日がこんなに変わります。波動を整えると何が変わるのか、その答えはあなたの感じ方に現れてきます。例えば、感情が大きく揺れにくくなったり、人の言葉に必要以上に振り回されなくなったり、まるで自分の中に一本の柱が立ったように、どんな日にも静かに自分を保てるようになります。また、思考が整理され、直感が働きやすくなる人も多いでしょう。自分にとって必要なタイミングや出会いが自然と引き寄せられてくるような感覚、現実の流れがスムーズになっていくように感じるのです。それはきっと波動が整ってきたサイン。あなたの内側がいつもの心地よい状態に戻ってきている証です。高くなくてもいい、完璧じゃなくてもいい、でも整っているだけでこんなにも楽に生きられる、そんな変化が日常にそっと訪れてくるのです。第2章、波動は揺らぐもの。だからこそ整える力が大切です。波動は毎日揺らいでいます。天気や食事、誰と会ったか、どんな言葉を聞いたか、皆さんは思っている以上に多くの影響を受けながら生きています。だから、どんなに波動が整っていてもずっと高いままキープすることはできません。むしろそれは自然なことなのです。大切なのは揺らいだ時にどうするかということ。波動が乱れたことを責めるのではなく、ああ、少し揺れているなと気づくこと。そしてそこから整えるという選択をすること。深呼吸をする。少し静かな時間を持つ。自分に優しい言葉をかける。そんな小さな行動の一つ一つがあなたの波動をまた自分らしさの中心に戻してくれます。波動が揺らぐことは悪いことではありません。揺らぎの中にこそあなたが整うチャンスがあるのです。第3章、呼吸を意識するだけでエネルギーは変わる。呼吸は最もシンプルで最も深い波動の調整法です。皆さんは無意識のうちに浅い呼吸を繰り返し、それがエネルギーの乱れにつながっていることに気づかないまま日々を過ごしています。波動が整っているとき、呼吸はゆったりと深く静かです。逆に不安や焦りに満たされているとき、呼吸は浅く速くなります。だからこそたった1分でもいいのです。目を閉じて意識を呼吸に向けてみてください。深く吸ってゆっくり吐く。この吐くの時間を長くするだけでエネルギーが整い始めます。何かを変えようとしなくてもいい。今のあなたのままでただ整うという選択をする。呼吸はあなたの魂と体をつなぐ橋です。そこに意識を向けるだけで波動は優しく静かに整っていくのです。第4章、言葉が作る波動の流れ。皆さんが何気なく使っている言葉は日々の波動に大きな影響を与えています。特に自分自身に向ける言葉、それはあなたのエネルギーに直接響く波動の調整装置です。例えば、どうせ私なんてまたうまくいかなかった、そんなつぶやきが知らないうちに波動を濁らせてしまうことがあります。でも逆に、今日もよく頑張ったね、大丈夫、ちゃんと進んでるよ、そういった優しい言葉をかけるだけであなたの波動はすっと落ち着き安定していきます。毎朝鏡に向かって優しく声をかける。寝る前にありがとうと一言つぶやく。たったそれだけでも波動は静かに整っていきます。言葉は音であり、エネルギーであり、振動です。あなたが放つその響きが
内側の世界も外側の現実も少しずつ変えていくのです。第5章、抱えすぎたものを手放す習慣。波動が乱れる原因の一つに、もう必要のないものを抱え続けているということがあります。過去の後悔、誰かの言葉、不安や緊張、それらが知らないうちに積み重なって、あなたのエネルギーを重たく曇らせてしまうのです。だからこそ大切なのは手放すという習慣。例えばノートに書き出すこと、言葉にして信頼できる人に話すこと、あるいは深呼吸とともに静かに意識を解き放つこと。感情は出してあげるだけで浄化されていきます。泣くことだって自然な手放しの一つです。波動は高めるだけでなく、余分なものを減らすことで整っていきます。何かを加えるより柔らかく手放していく。それが本来の自分に戻るための美しいプロセスなのです。第6章、自然とつながるだけで整っていく。波動を整えるために特別なことをしなくてもいい。それを教えてくれるのが自然とのつながりです。例えば空を見上げる、風の音に耳を澄ませる、木々に触れ土の感触を感じる。そんなほんの少しの自然との触れ合いがあなたのエネルギーを優しく整えてくれます。自然はいつも一定のリズムで静かに呼吸をしています。人間も本来そのリズムの一部として生きている存在です。心がざわついた時、自然の中に身を置いてみてください。頭で考えるよりも早く体と心が整っていくのを感じるはずです。自然の波動はあなたを責めたり否定したりしません。ただそっと包み込むようにあなたを本来の場所へと導いてくれるのです。最終章、整えるという日常の魔法。波動を整えるということは特別な修行でも大きな変化でもありません。それは呼吸を深くすること、優しい言葉を使うこと、手放すことを自分に許すこと、自然の中で静かに立ち止まること。そんな小さな選択の一つ一つがあなたの波動を本来の柔らかさへと戻してくれるのです。スピリチュアルな成長とは何かを高めることだけではなく、戻る力を思い出すことでもあります。今日から少しだけ自分のエネルギーに気づいてみてください。そしてあなたにとって心地よい習慣を一つだけそっと取り入れてみてください。あなたの波動が整うとき、現実の流れもまた静かに整っていくはずです。3つのエピソードを通してあなたの中にある波動の旅が少しでも前に進んでいたら嬉しいです。本当の変化はいつも静かな内側から始まります。この動画があなたの心に触れたなら、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。そして何か感じたこと、気づいたことがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。